埋められた船とエジプトの衰退。パート1で出てきた宇宙人なんですけれども、正体っていうのが地球の人間たちとは全くかけ離れたレベルの進歩した、もう技術だけじゃなくって、もうスピリチュアル的な意味でも精神的な意味でも進歩した宇宙人だと思うんですね。ピラミッド作ったのも関わってるのかなと思うんですけど、船が作られた話の後もその人だけじゃなくって、多分その一族は何人か来ていたんだと思うんですよね。技術も提供するし、スピリチュアル的な意味でも儀式だったりとか、やっぱり黄金がすごい使われてたりするのもクレオパトラとかも有名ですけれども、すごくスピリチュアル的な意味があるなというふうに感じるので、そういった指導も含めてしてくれていた存在があったんですけれども、宇宙人の真意、目的というものは地球の人間たちの成長を促そうというメンターのようなね、働きをしようとしてくださっていたというのが浮かんできました。本当にもう純粋に成長を願う、もうプラスの方ですよね。本当に導きたくって来てくれていた宇宙人たちだったんですけれども、当然当時もなんか宇宙人っていうのはバレてないんですけれども、特別本当に頭が良くって優秀な人たちがいるっていう、そういう存在に対してなんかこいつ怪しくないとか、どうしてもいつの時代もいますけれども、それに反対してたっていうかな、ちょっとなんかよく思わない人たちもいたわけですよ。だんだんですけど時代が進んでいくに従って確執が出てきたんですよね。その流れで決定的にターニングポイントとなったのは、すごく若い王子様って言っていいかもしれないですけど、ちょっと特殊なタイプだったんですね。っていうのが、人間だったら突然変異レベルのすごい IQ の持ち主、頭も良くって、シックスセンス、スピリチュアル的なところの感覚もすごい鋭い人なんですよ。で、私はこれなんかちょっと DNA のイメージっていうのが浮かんだんですけれども、螺旋のもしかすると宇宙人の遺伝子が半分入っているハーフの子みたいなことかもしれません。で、なんとなくね、病弱、それに従ってなのかわかんないですけど、ちょっと病弱な感じも感じられるんですけどね。でも、もうすごいずば抜けた才能を持ってる。で、シックスセンスがすごかったんですよ。で、その若き王はね、宇宙人の本質、本当に人間の成長を願ってくれているっていうのはもう当然見抜いているので、もう全面的に、降参するっていうかね、その宇宙人に対しては叶わないなって、もうすげえなっていうのが分かってたんですよ。なので、その宇宙人の人たちの技術だったりとか、メンタル面だったりとかね、いろんなところを、メンターとしてもう全面的に信用して、いわば宇宙人派だったわけですよね。でもそれをよく思っていない、多分親戚筋だとは思うんですけれども、ちょっと地位の高いようなね、王族系の人、じいさんなのかな、ちょっとおじさんのイメージなんですけど、その人は若い王様に対してなんかちょっと変わった感じのねことを言ったりやったりするし、これはちょっと怪しいんじゃないかなっていうふうに思って、こいつを指導しているこの宇宙人ですよね。宇宙人っていうのは思ってないんですけど、とは分かってないんですけど、その宇宙人に対してこいつ、やっぱりそれを指導しているこいつも怪しいっていうふうになるわけですよね。で、いろんな策略を練ったのでしょうね。その人の差し金で結局若い王様の方が何かね、直接そのおじさんが手を下したわけじゃないんですけれども、差し金によって亡くなるきっかけが起きてるんですよね。残念ながらその宇宙人がね、それを見て、これはもうこういう風になってしまうのかと、成長がちょっと足りなすぎて理解できるどころかちょっと恐れてしまって排除しようっていう形に進んでしまうんだなって、これじゃあ我々は一旦撤退して、また人間が成長して、指導できるレベルになってからまた出直そうかっていうことになりました。結局宇宙人はいなくなっちゃうわけです。それからなんかちょっと浮かんできたビジョンみたいなのが、多分ツタンカーメンだと思うんだけど、なんか若くしてなんか死んでしまった、わかんない、それはもうわかんないな、ちょっとそれは確定しない方がいいけど、まだね、若くして死んでしまった王様がいて、それが
なんかね、チェンジングポイントになってるわけですね。で、その宇宙人の人だか、未来人の人だかが、もうお前らもうこういう、そっちを選んだんだねっていう感じで、がっかりして、じゃあもうそろそろね、もう少し時間が経って、技術とか精神がこう進歩してきてから、また新しいことが分かって、もしかしたらまた来るかもね、みたいな感じで。だからいろんなメッセージを残していったんだよね。ピラミッドもそうだし。ターニングポイントになったであろう王様っていうのは、どうやら、もしかするとですよ、特徴的に言ったら、ツタンカーメンなんじゃないかなっていう気はするんですけど、そこがまた今回のエジプト行きでは、エジプトの考古学博物館にも行かせてもらったんだけど、残念ながら隅々探しても、ツタンカーメンの黄金のマスクありますよね。一番の目玉が、おそらく他に貸し出されてたのかな？展示がなくって、会うっていうかね、見ることができなかったっていうのと、日程的には増やせば全然行けたはずなんだけれども、王家の谷っていうのは、なんかわかんないんですけど、今回は行きたくないっていうか足がなんか向かなかったんですよね。で、行かなかったっていうことで、ツタンカーメン関連はほとんど見れてないので、そこに、何かもしその場に行ったら、また新しいことがわかるかもしれないですね。ピラミッドもその宇宙人の人たちが指導してくれてた時に作ったものっていうのは今でも例えば地震があったりとかいろんなね風雨にさらされたりしてるんですよね。なのに綺麗に残ってますが、その宇宙人の人たちが撤収しちゃってから作られたピラミッドも一応あったみたいなんですけど、それは全部もう見事にガラガラ崩れて、もう石だけになってるというかね、崩れてしまっている。ここで1回目にお話しした船をね埋めた話があったと思います。船をわざわざちょっと埋めるんですね。そのタイミングはちょっとわからないんですよ。若き王が殺されたもうすぐ直後に撤退してしまって埋めたのか、こういう未来をもしかしたら予測してピラミッドに着いた時点で埋めたのかっていうのはそれはわからないんですけど、船を、埋めた理由っていうのは後世に分かるようにメッセージとしてわざとそこにね将来出土するように埋めたわけよ、丸々っていうこと、ビジョンが見えましたね。だからそれを将来そのこと真実が分かるようになった人がいたら多分再興するとまたね、この技術が。人間のね成長っていうのはやっぱ物理的科学的な側面での成長っていうのがありますよね。とスピリチュアル的な意味での成長、つまり精神とかね、霊的な魂的な成長っていう両面があると思うんですよね。その両面がちょっと成長して我々の言いたいことが伝わるようになったら来ようかなっていうことで宿題的に埋めました。何千年か後かわかんないですけれども、発掘された時に復元されるでしょうねと。そうした時に本当に我々が作ったままに再現できるかどうかっていうのが科学的な側面での宿題だったんですね。スピリチュアル的な側面としては、その船が出てきた時にシックスセンスがちょっと優れたような人が船が埋められた経緯だったりとか、我々つまり宇宙人ですね、いたんだよっていうことだったりとかっていうビジョンが見れて、昔のビジョンが見れるかなっていうのがスピリチュアル的な側面での宿題だったんです。なので、もしこれがだいたい 100% に近い形で船の秘密もわかるし、スピリチュアルの意味でも過去にあったこととか、その宇宙人の人の正体とか、だいたい正解だねっていう感じに、もう 80% 以上はね、少なくともね、宿題とかってできないけど丸にならないじゃないですか。そういうレベルになった時に、また再び人間たちのメンターとして、また来てくれるんじゃないでしょうかっていう。で、科学的な側面での船の修復についてなんですけれども、これは私が見た印象ですと、もう本当に残念ながら申し訳ないんですけれども、今現時点で太陽の船として展示されている復元された船っていうのは 30% から 40% ぐらいしか再現できてなさそうなんです。当時の本当の船のビジョン、ちょっと私が浮かんだものがあるんですけど、それがもしかするとヒントになるかもしれません。船っていうのは普通、甲板の部分っていうのは板がちゃんと船のフレームに隙間なく埋められていると思うんですけど、私が見えたビジョンっていうのは船のフレームに比べて中の甲板部分っていうのがすごい狭いんですよね。
幅が。甲板のね、床ですわね。人が立つ部分。なんかね、吊り橋とか、出前の岡持ちみたいなイメージで、吊られてるんですよね。ちょっと遊びがあるっていうのかな。綱で繋がれてて、揺れに耐えられるみたいなね。で、今、復元されている船の幅っていうのが割とスマートなんですけれども、当時はもっと広いんだろうなっていうビジョンが浮かんだんですよ。甲板部分を吊る都合でちょっと広げないと、甲板が狭くなっちゃいますよね。甲板と船のフレームの間に隙間が必要なので、その分ちょっと広がってたはずなんですよね。上の方の多分穂に当たるようなね、何か上に何かあったような感じもするんですけど、そこは残念ながら私のしょぼい霊視ではわからなかったんです。で、あと船の下の構造とかっていうのも多分今と違うと思うんですけど、何かがついてたりとかね、それはわかんないんですけど、再現ができてない部分についてはまだない技術だったりとか、なんでそうするかわからない、理由が理論的にわからないから再現できなかった部分っていうことで、それはまだ宇宙人の宿題は残念ながら解けてないんですねっていうことなんです。で、スピリチュアル的な部分での宿題について言えば、それ見せてくれない。全然その人からメッセージもちろん受け取れないし、もう全然姿を見せてくれないし、でももう分かる、明らかに分かるのは絶対人間じゃないでしょっていうことだけなのね。私はその宇宙人の人がどこの星から来てるかもわからないし、顔もね、結局どんな顔をしてるかっていうのもちょっとよくわからなかったですし、見えない部分がありましたよね。その船がどういう動力を使っていてとか、飛んだのか、ワープしたのか、ホバリングしたのか、それ以外の方法なのかわかんないんですけど、そこの部分のビジョンっていうのはやっぱり欠落していたんですよ。まだまだね、しょぼい霊視だなっていうことで、宇宙人から出された宿題がいつしか答えられるようになったら、その宇宙人の人たちがまた地球人を導くために来てくれるんじゃないかなと思います。そしたらなんかすごくロマンがあるっていうかね。ちょっと面白い話なんですけれども、写真をちょっと見てください。ピラミッドが2つこう見えてたと思うんですけど、その上空をこう緑のなんか光、レーザーショーとかもやってるので、それかなとかって思ったんですけど、なんか丸い光が独立した光が見えて、それがね、ビヨ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 っていう感じで、なんか蜃気楼みたいにこう揺れてる感じがしたんですけど、あれなんだろうあれと思って、連れの子にも、あれ何あれみたいに言ったんで、見て見てって言ったんだけれども、何みたいなこう、全然見てくれなくて、で、そうこうしてるうちに、こうバーって揺れてたのが、シュッてすごい下にこう、降りたんですよね。でまたこう V 字みたいな感じで上に消えてしまったんですけど、最近私なんか UFO 的なものをね、なんか田舎に越してきてからあんまり見てないんですけどね、久々にこれ UFO やんみたいなのが見えましたね。なのでそれも一つのメッセージなのかなと思うんですけれども、私も生きてるうちに謎の解明というかね、宿題の解明に貢献できたらめっちゃ嬉しいしワクワクするなぁなんて思います。